どうも皆さん、カイトです。今回は2023年上半期に面白かったインディーゲームベスト10ということで、2023年1月から6月までクリアしたゲームの中で個人的にマジで面白かったと思う作品たちをベスト10ランキング形式でご紹介させていただこうかなと。インディーもね、めっちゃおもろいゲームがたくさんリリースされていて、一人でワクワクしながら楽しんでましたね。今回は振り返りつつ感想多めにお伝えしていきたいと思っています。なおランキングは完全に私の独断でつけているのでご了承ください。マニアックな作品多くプレイしてるんで、少しでも心に刺さったゲームがあると嬉しいですね。また最後まで見ていただけると幸いです。では早速やっていきましょう。第10位はメグと化け物。このゲームはおでんキャット様が開発した情緒あふれる RPG アドベンチャーです。巷で最近話題になってたんですけど、 2D ドットのグラフィックながらも少女メグと化け物のロイで紡がれていく様子が感慨深かった作品です。ストーリーじゃメグが魔界に迷い込み、そこで化け物のロイとゴランに出会うところから始まります。最初はロイがメグを食べてしまおうかと考えてたら、メグがなけば世界が終わるということを知り、2人はお互いを理解し合いながらメグの母親を探す冒険に乗り出す感じ。これがね、いろいろと情緒あふれる設定が最高なんですよね。最初はロイがメグとどのように接すればいいのか分からず、ゴランからいろいろと教えられながら接していく様子が心打たれるんですよね。普段の会話でもロイにとっては難しいことであり、メグも必死に寄り添って支える姿が胸熱展開。 2D ドットという表現においても表情や動作だけでも多いことが伝わるのも特徴の一つ。このゲームは RPG としては位置づけられてるんですけど、ストーリーベースのエッセンスとして単性バトルができるイメージを持つのが良いかなと。すごく簡単。モブキャラを魅力的に描かれてて、闇の結社的なキャラクターたちも絡んでくるのも面白い。クリア時間には4時間ぐらいではいけるものの、感動という満足度に使えるのは有意義だと感じ取られました。魔界と人間の真実を探し出そう。メグと化け物は Steam と Switch で好評配信中です。第9位ラストオーダー。このゲームはクジラダンスルームさんが手掛けたソウルライク風ワイヤーアクションです。最初に言うんですけど、ほんまに誰も知らないと思えるほどの隠れた名作だと個人的には思っています。 YouTube 仲間のマイクロペーサーさんから 2D だったらカイツさん喜びそうでタンプレでもらってめちゃくちゃ絵柄好みと思い、蓋を開けてみたら超絶高難易度でビビりました。荒廃した世界をアンドロイドのユキナリが最終指令であるラストオーダーを思い出すために進んでいくストーリーで、キャラクターの操作性が軽すぎるため思わず滑って事故ですが頻繁に起こります。ワイヤーを使って移動操作のステージの難しさに発狂したんですけど、画面見てもらったら分かる通り、ワイヤーを使って突破した後もさらに難しいワイヤーアクションが要求されるという泣かせポイントも多い。またボスは攻撃を徹底的に避けないと倒せないほどの鬼畜っぷりなんで、めっちゃ玄人泣かせだったなと。いやーこれね、最初はイライラしてたんですけど、ステージを突破したりボスを倒した時のアドレナリンが半端なかったんですよ。っていうかその苦労がめちゃくちゃ面白く感じ取られたんですよね。ソウルライクの要素としてパッシブアイテムを装備しながら自身への永続バフなどの戦略性も高く、ソードで切りながらワイヤーダメージを与える組み合わせなど、自分なりの攻略法が分かった時はマジでやばい。キャラクターは非常に小さいですけど、画面全体を使ったモーションは素晴らしいのでぜひプレイしてほしい。10時間そこそこ遊べるので早期としてはボリューム大きいですね。荒廃した世界でラストオーダーを探し出そう。ラストオーダーは Steam で早期リリースされています。第8位ザ・ナイトウィッチ。このゲームはスーパーメガチームが開発を行い、チーム70が販売をしているナイトウィッチが世界を救うシューティングメトロイドバニアです。本作はカートゥーン調の 2D イラストで、特徴としては常に空中浮遊しているキャラクターを操作します。リリースされる前の盛り上がりは結構なものだったんですけど、発売されるや否や難しすぎる弾幕で低評価爆撃を食らったんですよね。シューティングにメトロイドバニアの時点で難しいのは推測できたかなと。このゲームで一番のポイントはスペルというカードをデッキ構築することで攻撃方法がランダムに変化するというスタイルです。あらかじめセットしたスペルがランダムで表示され、ガンガン押しながら敵を駆逐することで戦略性が非常に高い。弾幕を避けながらのスペルボタンでそれどころじゃないって感じの緊張感も高くて、今うまくいってたのにどこで攻撃食らったんや
みたいなテンションだだ下がりも味わえますね。ハイスピードに展開されるのもあって世話しない戦闘も楽しめる。ステージには雑魚敵や強力なボスが登場し、戦闘面での充実感も味わえるんですけど、ステージ探索のファストトラベルがほぼないのだけは痛かったです。動画では楽しみを奪いたくないので映しませんが、真のラスボスは異常に強く1時間以上戦ってたのは内緒の話。スペルの組み合わせからシビアな弾幕加減、これをクリアした時の達成感はほんまにおもろい。トータルのクリア時間は10時間弱だったのでなかなか。ナイトウィッチになって真実をつかみ出そう。ザ・ナイトウィッチは各プラットフォーマーで好評配信中です。第7位、溶鉄の丸風車。このゲームはひんやりナイン様が開発し、プレイイズムで販売されたディストピアを舞台にしたハイテンポシューティングです。Steam では2021年8月にはリリースされてたんですけど、 CS 版が2023年4月にリリースされたので上半期ランキングに入っています。いやー、門を守る防衛というタワーディフェンス要素もありつつ、給料が少ない過酷な状況の中、自身へのバフをお金で購入していくデッキ構築も楽しめます。普通にこれがおもろいんですよね。ローグライク要素もあり、デスったら最初からやり直すバランスも考慮されていますね。特にディストピアの世界で頑張る少女たちが可愛らしいところが魅力的。彼女たちが国境の門を守りながら徐々に攻め込まれていく様子がゲームにうまく反映されており、突破されてもすぐにリトライできる仕様もプレイしやすかったですね。ゲームは単純に銃で敵の機械兵を破壊するだけなんですけど、やめ時が分からず中毒性が抜群です。また傭兵として雇った女の子を連れてエンドを迎える複数のパターンがあるんですけど、全てをコンプリートしても救えねえという感情。一周は1時間もかかないでクリアできるんで、お手頃にゲームをしたい方にはうってつけ。ディストピアの世界で少女のけなげさを堪能しよう。溶鉄の丸風車は各プラットフォーマーで配信中です。第6位、ミスト探偵。このゲームは ET ゲームズが開発をし、ソーマイトゲームズが販売をしているハードボイルドなサイバーパンクアドベンチャーです。容題だとテイルズ・オブ・ザ・ネオン・シーですね。舞台はサイバーパンクなディストピアで、アンドロイド、ロボット、そして人間が入り乱れる社会設定が魅力の一つです。何よりも主人公が私立探偵というのもテンション上がるんですけど、過去の事件での関わりや影が描写されながら猟奇的な事件を解決していく感覚はまるで名探偵になった気分も味わえます。 2D ドットの表現は細かく作り込まれており、特に日本を意識した場所も多く見受けられます。アドベンチャーのジャンルには分類されるんですけど、パズル要素が大きな肘を占めていますね。相棒の黒猫も操作できるパズルギミックも多数あり、一緒に謎を解いていくのも楽しめます。探偵パート、操作パート、ストーリーパートと様々な要素が交差しているため、一つの事件が全体に繋がっていく体験はぜひともこの手でプレイして臨場感を味わってください。文章を読み込んでのボリュームは10時間ほどなんでプレイしやすいかなと。タイトルで敬遠されがちな見た目、ミスト探偵は各プラットフォーマーで配信中です。第5位、アリスエスケープと。このゲームはイルカラボが開発で世界プロジェクトが販売している不思議の国のアリスを題材にしたメトロイドバニアです。当初2023年1月28日にはスイッチとスチームで同時リリース予定でしたが、急遽スイッチ版の販売が2023に変更され、現在はスチームのみでプレイ可能です。うさだちゃんとコトラちゃんが不思議な本に吸い込まれて物語が始まるのが本作。原作のキャラクターが美少女化して登場するため、不思議の国のアリスの雰囲気も楽しめます。これね、スタイリッシュにコミカルな敵を倒しながら軽快にマップ探索できる両ゲーなんですよね。メトロイドバニアということでスキルによる探索の幅が広がるものの、周回要素ありきという珍しいゲームでもあります。なんていうかそこがいい。うさだちゃんとコトラちゃんは攻撃スタイルが違うのも戦闘を飽きさせない工夫で、コンボをいかにつなげてのダメージアップなども狙えます。近距離と遠距離の使い分けが非常に重要。キャラ同士の会話もちょっとしたアニメーションチックに表現されてるのも良きで、難易度はそんなに高くないんですけど、ラスト付近のステージだけマジで難しいので注意してください。全エンド回収でも11時間そこらでいけるのもいいところ。アリスを見つけに冒険するアリスエスケープとは Steam で絶賛配信中です。第4位、スペースフォージアンバウンド心に咲く花。
このゲームは文字研が開発で峠プロダクションが販売しているノスタルジックを感じ取られるアドベンチャーゲームです。舞台は90年代後半のインドネシアの田舎町で、古き良き雰囲気がぴったりと表現されている 2D グラフィック。もう言うんすけど、ラストで久々に感動して涙腺バグりました。個人的にはメグと化け物以上にヤバかったのが本音。主人公のアトマが彼女のラヤの不可解な行動に迫り、この世界の真実を導き出すために頑張るって感じなんですけど、学校や村、過去などラヤの行動がうさんくさく感じ取られるのが面白い。この表情やばない？ゲームとしてはアトマを操作してお使い要素をするんですけど、単にアイテムを渡すだけではなくて、困っている人の心を解放する魔法の赤本を使い、スペースダイブをして本心を聞き出し、問題を解決していきます。現実と心象の違いを楽しむみたいな感じですね。ちょっとしたミニゲームを豊富に用意されてて、ステルス行動をしたり、格闘ゲームをしたり、身をキャッチするゲームもしたりできます。なんかオマージュみたいなのもあるっすね。謎解きという謎解きはないんですけど、猫の名前を考えるなど細かなやり込み要素にも工夫が凝らされていますね。中盤以降は展開が一気に広がるため、感情移入しすぎるとロマンチックになるかもしれません。ボリュームとしては11時間ほどなんですけど、一気にプレイしてしまうのがめちゃくちゃおすすめ。ラストになってのどんでん返し、スペースフォージアンバウンド心に咲く花は各プラットフォーマーで配信中です。第3位、機械忘れられた深海都市。このゲームは AT ライトゲームが開発と販売をしている深海探索のメトロイドバニアです。チームでは2021年リリースはされてたんですけど、スイッチ版が2023年3月にリリースされたのが本作。深海ガーディアンのプランティが海底の変異モンスターをとっちめに行くお話なんですけど、深海プラスシューティング要素プラスメトロイドバニアって最強やんけってなります。ザ・ナイトウィッチ同様に地面を歩くことができない代わりに、水中でゆらゆらと泳ぎながらモンスターと対峙していきます。弾幕要素ありきのゲームなんで、弾をひたすら避けながら打ち込んでいくのも面白い。深海という独特の不気味な世界観がカートゥーン調で描かれており、それに合わせてパッシブ装備による強化要素、スキルによる身体強化もいい感じ。ノーマルでプレイしたんですけど、マジで難しかったので高難易度の部類には入ります。プランティの攻撃はボタン連打になるため、それに合わせてのモンスターの攻撃を避けるダッシュアクションもシビアなんですよね。絵柄がとてもキュートなので、可愛らしいメトロイドバニアでプレイしたら度肝を抜かれます。常に弾幕が飛び交ってるんですけど、何度もデスってからの倒した時は半端ない。クリア時間も10時間とお手軽な長さでしたね。深海やサブノーティカな世界を味わいたい方は手に取ってはいかがでしょうか。スイッチ版のスキンがすこぶる可愛い機械忘れられた深海都市は Steam と Switch で好評配信中です。第2位、グリマー・イン・ミラー。このゲームはメープルドームゲームズが開発をしているほんわかな絵柄が特徴のメトロイドバニアです。2023年1月に Steam で早期リリースされた作品で、手書きのアートワークが広がる世界観にシューティングとメトロイドバニアを掛け合わさったゲーム性のザ・ナイトウィッチや機械とは違った地上をゆたゆたと歩いて攻略していくタイプです。マジで堂々の2位で面白い。壊れてしまった鏡の中の美しい世界で少女キラが冒険するというワクワク感が半端なかったのもあって、マップの中での自分探しの冒険でもあります。シューティングという戦闘スタイルに慣れが必要なものの、うまく操作できてからの骨太なボスバトルは必見なのも大きくて、それぞれの思いで戦っている様子も戦闘面ですごく伝わるなと。早期ラストまでは10時間ほどではいけるんですけど、その間のストーリー展開が色々と気になる部分が多くあります。王冠と一緒に危機を乗り越えていく姿や、とある場所での少年団と連携しながらの冒険は深く童心に帰った気持ちにさせられます。見た目がタイプのメトロイドバニアでキラがめちゃくちゃ愛しく感じてしまう方、シューティングという一風変わったがアクションをしたい方にはこの機会にぜひ触れてみてください。鏡の中を冒険しよう。グリマー・イン・ミラーは Steam で早期リリース中です。第1位、9 Years of Shadows。このゲームはハルバードスタジオが開発、フリーダムゲームズが販売をしている色彩を取り戻すメトロイドバニアです。ちなみに Steam で実績コンプもしてますね。私がプレイした上半期のインディーは堂々の1位でした。
もうね、このゲームが上半期で補正かかりまくりでめちゃくちゃ面白かった。多分メトロイドバニア補正もだいぶ高いんだと思う。 2D ピクセルの美しさはもちろんのこと、セーラームーンやセイントセイヤのようなオマージュも随所に感じられるんすよね。そんな本作は女戦士エウロパが古の機械巨人タロスに侵入し、世界から色を奪い去ってしまった根源を断ち切るという内容です。マジで一番良かった点はフォルムチェンジをしながらの移動と探索でしたね。セイントセイヤのようなフォルムの変化は言うまでもないんですけど、エウロパの姿形がフィールドの変化とともに変わることを楽しむことができて、さらにはモンスターへの弱点をついて追加ダメージ要素もグッドでした。もう一つは可愛くて強いクマのアピノが素晴らしかったですね。アピノを抱きしめることで回復できる特性から遠距離攻撃も光の玉でゴリゴリ攻撃することもできます。ふわふわと後ろについてるだけでも可愛いのに火力も強くてさらに魅力的ってやばくね。探索要素も充実しており、マス目マップを一つ一つ目を凝らしながら埋めていくのも醍醐味。ファストトラベルが限られた場所にしかないんで移動は少し不便には感じるかもしれませんが、進行にはさほど苦労はしませんでした。 2D の美麗さは特にボス戦で感じることが多く、サブクエストやスキルも豊富にあったのもワクワク感がすごかった。難易度はそれほど高くなかったんで、初めてメトロイドバニアに挑戦みたい方にもおすすめです。ボリューム的には実績をフルコンプするのに17時間ほどかかる程度でしたので、実質的には14時間ほどでクリアできると思います。スイッチ版は2023年にリリース予定なんで気長に待つのも良いですね。エウロパで色彩を取り戻そう Nine Years of Shadows は Steam で好評配信中です。以上になります。今回は2023年上半期に面白かったインディーゲームベスト10を紹介しました。自分で言うのもなんですが、チョイスがかなりマニアックで偏っているなとは思っています。カイトらしいランキングになっているのではないかなと。ここには含まれていませんが、ハント・ザ・ナイトやバベルの図書館、さらにはロスト・ウィッシュ・イン・ザ・デスパレード・ワールドなども面白かったんですけど、難易度がバチクソに難しかったため除外してます。またレビュー紹介仲間のゲームカフスチャンネルでも1本紹介させてもらってるのと、緑水太陽さんも上半期プレイゲームまとめを出しているんで、気になる方はどちらも概要欄からチェックしてみてください。これからもどんどんゲームを紹介していくので引き続きよろしくお願いします。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。